皆さんこんにちは。Welcome back to Sai Japanese Podcast. This is episode 44. 皆さんは友達との約束とか、あとは予約したことなどをよくキャンセルする方ですか？それともためらう方ですか？またキャンセルするときはどんな気持ちですか？なんか嫌だなと思うのか、あとは全然何も思わないのか。以前にスペインで受けた一番大きなカルチャーショックが時間に関係することと話したことがあるんですけれども、例えばどれくらい遅れるかとか、あとは遅れた時にあまり謝らないとか、みんな遅れているとかで、似ているけど少し違うのが、キャンセルすることに関しての価値観とか文化です。で、これはスペイン人というよりかは世界中で本当に全然違う文化とか価値観があるのかなと思うんですけれども、私のスペインにいる友達たちも、本当にいろんな国から来た人たちなんですけれども、それぞれ違う時間とか予定、約束に対する価値観があるようなんですね。遅れる人でもあまり約束はキャンセルしないっていう人もいるし、逆によく約束をキャンセルするけど、でももし来るとしたら遅れることはないとか。で、その中で日本から来た私はもちろん時間に正確だし、あと予定とか約束も結構律儀に守る文化を持っているんですね。で、さらにその中でも私は東京出身なので、もう3ヶ月とか2ヶ月前から友達と会う約束を決めたり、で、電車の乗り換えとかたくさんしないといけない中で、ちゃんと、約束した時間に着くっていう風にするっていうのにすごく慣れているので、ヨーロッパに海外に住み始めた最初の頃はかなりこういうことで戸惑うことも多かったです。で、海外に住み始めてからもう4年目なんですけれども、これに関してはこのキャンセルとか時間を守るか守らないかとかに関しては結構未だに日々ショックを受けることがあるし、日々学んでいることなんですね。で、今回このエピソードで話そうと思った理由も、最近それに関してちょっとモヤモヤイライラ、あとはちょっと悲しいなと思うことがあったので、その話を、しようと思います。私の友達たちは結構キャンセル人が多いです。で、それは多分住んでる町の性質もあると思うんですけれども、まあそんなに小さすぎもないけれども大きくもない、友達みんな歩いて10分とか20分で会える距離に住んでいて、で別に電車に乗ったりすることもないので、他の町に行かないなら、なのでかなり簡単に会えるし、あとはみんな、外国人の友達が多いので家族とかいないし、予定が空いてる人が多くて、かなりしょっちゅう頻繁に会います。なのでキャンセルしやすいっていうのもあると思うんですけれども、その頻度が多い上に結構カジュアルにキャンセルする人が多いんですね。例えば先週私は、日曜の朝9時にビーチヨガに行こうと思ったんですね。で、このビーチヨガは、先生が毎週「はい、じゃあ今週来たい人」って言って、行きたい人が、グループチャットとかで反応していくだけで、行きたくなければ行かなくていいし、お金もその場で払うっていうかなりオープンなタイプのクラスで、私と私の友達たちはたまに一緒に行ったり、友達がいない時は一人で行ったりしているんですね。
でその週私は、仲いい友達とのグループチャットで、今週ビーチヨガ行ってその後ビーチでゆっくりしたい人いるみたいな感じで聞いたら、2人が私も行くって、言って、でヨガの先生にその旨を伝えたんですね。で土曜の夜も私たちは集まりました。で結構12時過ぎまで一緒にいたので2人とも結局明日多分絶対起きられないからやめとくっていう風に、キャンセルしたんですね。で結局私だけ行ったんですけれども、その夜私は結構一人でいろんなことを考えていたんですね。もうそのキャンセルするっていう風に言われた時にすでに1時とかだったので、私も睡眠時間はかなり短くなってしまうので、ちょっとキャンセルしようかなっていう考えも頭をよぎったんですけれども、それでも行くことにした理由の一つはもちろん普通にヨガに行きたかったからなんですけれども、もう一つはやっぱりキャンセルするっていうその行為自体にあまり慣れてないというか、私は結構ネガティブな価値観というか印象があるんですね。できればキャンセルしたくない。もちろん日本でも正当な理由があればキャンセルしていいんですけれども、そのキャンセルの理由が身勝手とか防げたよねって思ってしまうような理由だと失礼っていう風に捉えられることが多いかな。でもし約束が朝早くとかだったら、じゃあその約束を果たすために前日ちょっと早めに寝たりとかいう少しの努力をするっていうのも相手への敬意を示す一つの方法だったりするんですね、日本では。でそれが一様にいいことかっていうと、もちろんそうではなく、例えば私は両親ともに体調が悪いのに周りの人に迷惑をかけたくないからと言って、頑張って薬とかを飲んで会社に出かけていることもよく見ましたし、あとは正当な理由がある時でさえすごく申し訳なく思ってしまってすごい必要以上に謝ってしまうということもあるので、それがいい文化かどうかはちょっとわからないんですけれども、ただこの件に関しては別にそんなに動揺する理由もないなと思ったんですけれども、でその理由は、まず一つは日曜の朝寝不足になってまで早起きしたくないっていう気持ちはすごくわかるからですね。私にとってはフリーランサーなのでそんなに月曜から金曜までは絶対早く起きないといけないっていうストレスとかプレッシャーがないので、日曜寝不足でもそんなに気にならないし、むしろ日曜早めに起きて生活リズムを整えるのも好きなんですけれども、でも他の友達は普通に毎朝7時とかに起きているので、そりゃ日曜までそんなことしたくないのはすごくわかります。でもう一人の友達もその後遊園地に行く予定があったので、遊園地前にそんなに寝不足になりたくないっていうのもすごくわかりますよね。でもう一つの理由がやっぱり今回はオープンイベントで、これは私と友達との約束というよりかは私たちとヨガの先生との約束でヨガの先生も全然キャンセルとか大丈夫な人で、毎週1人2人くらい直前にキャンセルする人がいるんですけれども、それももう本当にグループチャットでごめん今日行けないみたいな感じなんですね。私にとっては本当にそんなキャンセルの仕方でいいのって最初はびっくりしたんですけれども、結構こっちの人たちにとってはもう理由もそんなに言わずに本当にただ単に行けない、ごめんねでも楽しんでみたいな感じでキャンセルするのが普通なようですね。でもちろん私の友達たちも1対1の時はそんな簡単にキャンセルはしないので、今回のことで
一瞬ちょっと私はびっくりしたけれども、悪いことでは全然ないなっていうふうに、結論が出てきたんですけれども、Before we continue, let me quickly introduce one of Sarah's teachers who is currently open for private online lessons. This week's highlight goes to Yumiko Sensei. Yumiko Sensei specializes in business Japanese and the intermediate to advanced communication practice. With her diverse background working in different professional environments in Japan, she truly understands how language plays the most important role in building strong relationships, whether with your boss, co-workers, friends, in-laws, or even teachers. At the same time, she knows that aspects like keigo and native expressions can make it complicated, so she breaks them down clearly while keeping lessons engaging and fun. I've got many positive feedbacks from her students, and many share how much they value her calm, friendly presence and how well prepared she is for every class. Whether you are preparing for a job interview or just hoping to make friends in Japan, Yumiko Sensei will make sure you feel supported and see real progress.Book a trial lesson with Yumiko Sensei today at sarahjapanese.com/lesson. Alright, let's get back to the topic. でも最近こういうことが多かったせいで、そこからその晩いろんなことを考え始めました。私は、よく考える人、考えすぎな人、英語で言うとオーバーシンカーですね、なんですけれども、この時間とかキャンセルに関することが私にとっては友人関係で悩みの種とかイライラの種になりやすいことなので、そうですね、今からちょっと考えたことを全部言おうと思います。ちょっと今回のエピソードあんまりまとまってないんですけれども、私の脳の中で起こったことをそのままお伝えしますね。まず一つ目は、キャンセルすることは全然いいとしても、なんかやっぱり私にとっては毎回ちょっと残念だなっていう気持ちになるんですね。こう例えばそのオープンなヨガクラスに行くとしても、もし友達が私も行くよって言ったら、心の中ではちょっと嬉しくなるじゃないですか。ただのヨガクラスが友達とも一緒に行ける楽しいヨガクラスになったっていう嬉しい気持ちがあるからこそ、やっぱり行けないって言われた時に、そっか、ちょっと残念だなって私は思うんですね。で、その最初の頃はもっとちゃんと友達の言葉を信じていたから、その海外生活のだから毎回嬉しくなってはすごく残念があって、でそのうちそっか、そんなに期待しない方がいいのかと気づいて、でそしたらその残念な気持ちも少し減るようになったんですね。でもちょっと期待しないっていうのも悲しいなって思うんですね。なんか友達が一緒に行くよとか、明日のパーティー来るねとか言って毎回どうせ来ないんだろうなみたいな風に思うの、ちょっと悲しいなって思います。あとはなんか期待する私が悪いのかなって思うこともあります。皆さんはどうですか？こう人が一緒に行くよとか明日来るねとか言った時に嬉しくなりませんか？なんかいちいち一喜一憂している私が悪いのかなって時々思うんですね。考えたこと2つ目が、逆に私がそういうふうに周りの人に対して時間通りに来ること、約束を守ること、キャンセルしないことを期待していると、今度は自分側がそういうふうにやむを得ずしないといけない時にすごく苦しくなりますよね。こう他人に対して厳しいと自分がその立場になった時にもっと自分を苦しめてしまうということですよね。で、実際私はさっきちょっと言ったようにキャンセルすることが結構苦手で嫌いなんですね。できればキャンセルしたくない。でその理由は
すごく幼稚だと思うかもしれないんですけれども、相手にどう思われるかなとか、がっかりさせちゃうかなとか、いろいろ考えてしまうんですね。なのでもう少し他の人がキャンセルことに対してジャッジするのをやめたら、自分もキャンセルしやすくなるのかなとか思うんですけれども、こういうふうにこっちで慣れていると、じゃあ今度日本に行った時にそう同じことができないので、また文化の違いに戸惑ったりするんですね。はい。で、私の友達にキャンセルするのが嫌いなので、もともとあまり約束を作らないっていう人もいます。1週間前とかに約束しちゃうと、実際にその日行けるかどうかわからないこともあるので、なるべくもっとカジュアルな約束の仕方をするんですね。会う1時間前とかに今暇なんかしようよみたいな。で、それもそれで私はあんまり好きじゃなくて、私にとっては友達との愛情とか友情関係って、約束を提案したり一緒に予定を立てたりするっていうことでも感じることで、逆に夜の10時とかもう予定ないから寝ようとか思ってる時に「ね、今何してんの？友達と一緒にいるんだけど来る？」みたいなこと言われても、なんか本当に私と会いたいみたいなすごい今めんどくさい人に聞こえてたら悲しいんですけれども、なんだろうな、東京にいる時は友達との友人関係を保つためにお互いにたまに「ね、最近どう？元気にしてる？会おうよ」みたいなことを言い合うんですね。で逆にもし私だけが毎回誘っていて向こうから全然誘わなかったら、これはあんまり私と会いたくないんだなっていうふうに察して、友人関係がなくなっていくっていうこともあるんですね。私だけじゃなくて、みんなの中で。なので誘うとか予定を提案するっていうのは、私はあなたと一緒に何かしたいですっていう意思表示にもなるんです。なのでもちろんカジュアルに今何してるとかいうのも、それがその人の友人に対する愛情表現だと分かっていたら私も全然大丈夫ですけれども、そうじゃなかったら暇な時にしか遊びたくないのかなっていうふうに思ってしまうんですね。で、考えたことの最後が、私の友達にかなりよくキャンセルする人がいて、で今ではその人の行こうよとか何々しようみたいな言葉をもう一切信用していないんですけれども、面白いことが、その子は今年の初めに、どんな人になりたいとか、目指していることはあるみたいな、そういう話をしていた時に、今年はもっと自由にキャンセルできるようになりたいって言っていたんですね。でそれは英語で言うと set boundaries、 自分ができないことはちゃんとできないっていう、やりたくないことはやらないっていうみたいな、自分に素直になって、でそれをちゃんと相手にも伝えられるようになるみたいな、彼女の目標の一部だったんですけれども、ちょっとそれを知っていて、で彼女がどれすごくたくさんキャンセルすることを見ていると、ちょっとどっちがいいのかなと思っていますね。自分の平和を守る、自分に素直になって自分がやりたいことをやるっていうのも大切ですし、でもあまりにも気分を変えて周りをちょっと戸惑わせるとか、友達が全然彼女の言葉を信用しなくなるっていうのも、ちょっとそれはそれで悲しいんじゃないかなっていうふうに思っていますね。なのでこのバランス、自分に素直になる
のと、相手への敬意を示したり、相手への敬意を示したり、気を使ったりする。このバランスってすごく難しいなと最近思っています。というわけで、私はこのキャンセルとか時間に間に合うとかいうことに関してまだ結構いろいろ悩んでいるので、皆さん、思うこととか意見があったらぜひコメント欄で教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。